人間ってこんな風にある日突然、この世のお別れが来ることがあるんだなっていうこと。それを思い知らされる本当に辛い体験でした。皆さん、はじめまして、ニコです。プチローズジャルダンへようこそ。ご覧いただいてありがとうございます。今、目の前に一見不幸だなぁと感じてしまうような出来事があったとしても、今ここの自分の内側の世界を幸せでいっぱいに満たして、限りある好みの人生が愛と感謝で溢れる気持ちに満ちて、自分の魂を輝かせ、笑顔で生きていけたら嬉しいと思いませんか？私がこの世に生を受けたのは、今にも崩れ落ちそうな錆びた鉄階段を上がった一室、ボロボロのアパートの2階、DV の父、片付けられないお料理が作れない母のもとに生まれ、その日、食べるものもないという時があるほど、とてもとても貧しいうちに生まれました。朝食も食べることができずに、ご近所の方にトーストと温かなココアを食べさせていただいて、毎朝学校へ行く日々。お弁当が必要な時は白いお米といただき物のヤクルトだったり、さつまいもだけという日も、そんな暮らしの中でしたので、私の母はいつも眉間にシワを寄せて悲しそうな表情だったんですね。その中でも唯一玄関前で育てていた小さな鉢植えのグリーンにお水をあげるときだけ、母の優しい笑顔がほころぶ、その瞬間を見ることがとても大好きでした。この時、植物ってお母さんを笑顔にしてくれるんだなって子供心に感じ、自然に植物が大好きになりました。お金がない。だから、いつも私の遊び場は緑いっぱいの公園や自然に生えている草花たち。春は道端に咲くタンポポ。時にはご近所のお家の塀からひょこっと顔を覗かせているザクロの実をいただいたり、秋には落ち葉を拾って自宅に持ち帰って小さな机の上に飾ってささやかな模様替えをして楽しむ。自然にある植物たちと遊ぶことが大好きな少女でした。母を笑顔にしてくれる植物。幼少期から大好きだったこの植物を通しての暮らしが、今の私の現在の仕事でもある癒しのガーデン作りだったり、オンラインでも植物のある心地いい空間づくりで愛され企業を叶えていくというお仕事にも全て活かされていて、つながっているなぁというふうに感じています。大学に入学してからも将来返還型の奨学金を受けて生活のためにアルバイトをし、全国大会に出場するためクラブ活動と学業、アルバイトと日々全力で没頭した大学生活を送りました。就職は大好きだった植物やお家のことに関わりたいなと思って第一希望であった建設会社への入社を果たしました。ただ、社会人 OL になってからはですね、毎月の中から奨学金を返済しながら、相変わらず厳しい暮らしが続いていた実家の両親と兄の暮らしを支えるため、ボーナスは夏冬全額、そして毎月のお給料からも捻出して実家へ仕送りしていました。一般的に見たら高額なお給料を私は受け取っていたにもかかわらず、日々の暮らしはとっても苦しくて、お洋服やバッグなどを買う余裕はどこにもなく、夕ご飯もふりかけと白いご飯という日も多々ありました。華やかなバブル全盛期の OL とは程遠い暮らし、それでも両親、家族への私からの仕送りで、なんとか自転車操業の家計が回っていると父から連絡が入ると、それがとても嬉しくて、ここまで育てていただいた両親、そして家族へできることがあると生きる勇気と希望になっていた。
そんな OL 時代を過ごしました。OL 時代に知り合った主人と結婚し、社宅での暮らし、とてもささやかでしたが、その日食べるものには困らない温かな暮らしが始まり、一男一女の子供たちを授かりました。この時もですね、実は卵巣脳腫合併の妊娠だったんですけれども、4人のドクターに妊娠は諦めなさいということで、卵巣脳腫がですね、子供の頭の大きさほど大きくなった状態での妊娠の発覚だったんですね。でもどうしてもその子を諦めることができずに、この子は私が守りますと言って、結局卵巣脳腫は奇跡的に自然治癒して、無事にこの時の赤ちゃんを授かることができ、一男一女の母になることができました。この時の、お腹にいた子が今の私の長女、娘ですね。無事に生まれることができました。で、今から15年ほど前のことになるんですけれども、子供たちが小学校1年生になる頃に、主人が海外転勤となったことをきっかけで、家族で海外へ帯同することになるんですけれども、そのすぐ直前に、最愛の父とのある日の突然の別れとなってしまう事件が起きました。父は仕事上の事故だったんですけれども、本当にある日突然の別れだったんですね。父は私が小さかった頃は家族に暴力を振るうどうしようもない父でしたが、少しずつ父も人間性を高めていって、私が中学生になる頃には消防設備士として会社を立ち上げ、その後も黙々と愚直に働いてくれて、口数は少ないけれどもとても尊敬できる父でした。そんな父がある日のビルの点検中、安全帯が突然外れ、ビルの6階からコンクリートの地上に真っ逆さまに転落する。そして地面に直撃。心肺停止状態で救急搬送されました。医師たちの全力の処置も虚しく、そのまま天国へと旅立っていきました。その知らせを兄から電話で知った私は、もうその場に泣き崩れて動くこともできず、放心状態でした。にわかに信じがたくて、夢の中のことなのではないかというふうに耳を疑いました。この時私は神奈川県に住んでいましたが、名古屋の両親の住む家までどうやって電車に乗り、どうやって新幹線に乗ったか記憶に残っていないんです。ただただ人目をはばかることなく、電車の中で流れる涙を拭うこともできなかった。それほど悲しい出来事でした。この時私は思ったんですね。ああ、人間ってこんな風にある日突然、この世のお別れが来ることがあるんだなっていうこと。それを思い知らされる本当に辛い体験でした。でね、この時感じたことは、この身での人生の時は有限で限りがあるんだなっていうこと。人生の時間には限りがあります。それを身をもって感じた時、生きていること自体は実は本当に奇跡の連続で、日々何気ない瞬間瞬間が愛おしくてたまらない、大切な大切な宝物の時間に変わっていきました。だからこそ今この瞬間瞬間を大切に、全力で笑顔で生きよう。いつ死んでも悔いが残らない。そう言える自分の人生を笑顔で生きていこう。とこの時、亡き父とそして自分自身との約束、誓いを立てたんですね。この時の誓いのままに、自分の心に正直に、どんな時もその時にできる全力で瞬間瞬間を楽しんで今まで生きてきました。この父と母を自ら選んで超極貧の家に生まれたことも、経済的に苦しかった。だからこそ自然からの恩恵を感じて、母や私たち家族を笑顔にしてくれる、そんな自然や植物たちのエネルギーの素晴らしさを感じて楽しむことができたし、すべてこれがつながっていて今のお仕事にも生かされています。また、極貧生活だったために、
周りの人たちからの助けなしでは私たちは生きてこられなかったんですね。だからこそ、その優しさや愛を感じることができて、ああ、人は一人で生きているわけじゃないんだな、と心から他者に、周りの方に感謝するということを学ぶことができたんです。そして大切なことにも気づいたんですね。それは、こうして感謝して生きてこられたっていうのは、どんなことが周りで起こっていたとしても、自分の心のこの内側の世界が穏やかな世界を感じられるように、自ら物事をそう捉えるようにして、そして工夫していったっていうことなんですよね。超極貧生活の暮らし、DV の父、片付けられないお料理を作れない母、躁うつ病の兄、自分自身も病気になること、そして他にもですね、まだまだここでは語り尽くせないほど様々な人生の経験をしてきましたけれども、このことすべてが今の私につながっているなっていうことをとても感じるんですね。極貧生活だったからこそ、自然を感じて草花たちと対話したり、お部屋に飾って楽しんだり、小鳥のさえずりを聞いたり、お金がなかったとしても、その時々でできる自分を癒してあげたり、笑顔にしてあげたり、心がふわっと軽くなるようなちっちゃなちっちゃな幸せですね。これを自分が自分にしてあげていたんだなっていうことに気がついたんですね。そして私自身が優しくて穏やかな幸せなエネルギーでいること、これが人生すべてを好転させてこられた大きな大きな要因だったんじゃないかなって感じたんです。人生で起こるどんな出来事も、それはすべて自分自身の魂を成長させるために起きていること、必要だから起きていることなんだなって感じたんですね。そして、どんな時にもその出来事から学びと気づきを得ることができて、今という瞬間瞬間を大切に、自分に正直に、そして全力で笑顔で楽しんで生きる、そういう自分に成長すること、心の内側を穏やかに、晴れやかに幸せを感じられる捉え方で捉えて、自分を自分で幸せにしてあげること。このね、ちっちゃなことでいいんですよね。野に咲いている小さな雑草でもいいんです。それをね、ちょっといただいて、お家の中の小瓶に刺して、心がね、こう癒されるとかね、そんなちっちゃなことでいいんですよね。で、そうして自分自身を幸せにしてあげる。そういうことを日々少しずつ自分にしてあげる。ここに大切なポイントがあったんじゃないかなっていうふうに気がついたんです。そして、すべてのこれまでの人生の経験が今の私につながっているなっていうふうに感謝の思いでいっぱいなんですけれども、これが私の人生の大切なベースになっています。ここに人生を幸せに生きる大切なポイントがあったんじゃないかなっていうふうに気がついたんです。だからですね、そのためにこのチャンネルでは皆さんご自身お一人お一人が自分で自分を笑顔にしてあげられること、自分で自分を愛して幸せにしてあげられること、皆さんお一人お一人が笑顔で愛いっぱいで生きられること、それがそのまま周りの大切な人たちに届き、周りの人たちも温められること、幸せにつながっているんだよっていうことを伝えていきたいんですよね。ですので、このチャンネルを見てくださっている皆さんの笑顔と幸せにつながるような、誰でも簡単にすぐできるアイデアと情報をたくさん楽しくお伝えしていきますので、よかったらこれから応援とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは自己紹介動画失礼いたします。